猫と日本語。猫和日语 Cats and Japanese. 初級の文系。Sentence patterns for beginners. 去年北海道に行きました。I went to Hokkaido last year. 皆さん、こんにちは。さくらです。僕は猫猫です。一緒に文系を勉強しましょう。今日は移動の表現について説明します。到着点や動作の方向を表す助詞についても説明します。このチャンネルは本気で日本語を勉強したい人に向けたチャンネルです。僕と一緒に勉強しましょう。概要欄にある関連動画もぜひご覧ください。会話を練習したり、単語、フレーズの確認などができます。チャンネル登録といいねもうお願いします。文系の紹介。去年北海道に行きました。基本の例文。去年北海道に行きました。I went to Hokkaido last year. 斉藤さんは金沢に帰りますか？ Is Mr. Saito returning to Kanazawa? いいえ、帰りません。 No, he won't be returning. これらの文系の意味や表現できること、はいやいいえで答える疑問文を作ることができます。過去や未来、現在の移動について表現することができます。品詞の説明。去年北海道に行きました。I went to Hokkaido last year. 去年。名詞です。この文章では副詞と同じ働きをしています。北海道これは日本の地名です。にこれは格助詞です。これは目的地や到達点を表す格助詞です。行きました。これは動詞です。行くという動詞がマス形という形に活用して過去や完了を表す助動詞たが文末についています。移動を意味する動詞について。移動を表す動詞とその活用について説明します。今日は定例形の活用を勉強しましょう。定例形とは品詞が礼儀正しい表現に使用する形になっているものを言います。まずはある場所からある場所への移動を意味する動詞を勉強しましょう。 Go. 行く、行きます。行く、行きます。 Go. 行きます。 Will go. 行きます。 Went. 行きました。 Don't go. 行きません。 Didn't go. 行きませんでした。 Akiko go to Hokkaido every year. あきこさんは毎年北海道に行きます。 Head for. 向かう、向かいます。向かう、向かいます。 Head for. 向かいます。 Will head for. 向かいます。 Headed for. 向かいました。 Don't head for. 向かいません。 Didn't head for. 向かいませんでした。Akiko will head to Hokkaido next. あきこさんは来週北海道に向かいます。 Take one's departure. 出発する、出発します。出発する、出発します。 Depart. 出発します。 Will depart. 出発します。 Departed. 出発しました。 Don't depart. 出発しません。 Didn't depart. 出発しませんでした。 Akiko departed for Hokkaido yesterday. あきこさんは昨日北海道へ出発しました。次は主題が元いた場所、自分の所属する場所への移動を意味する動詞を勉強しましょう。 To go home. To return. To go back. 帰る、帰ります。帰る、帰ります。 Go back. 帰ります。 Will go back. 帰ります。 Went back. 帰りました。 Don't go back. 帰りません。 Didn't go back. 帰りませんでした。 Akiko do not return to Hokkaido. あきこさんは北海道に帰りません。 To return. To go back. 戻る、
戻ります。戻る、戻ります。return, 戻ります。 will return, 戻ります。 returned, 戻りました。 don't return, 戻りません。 didn't return. 戻りませんでした。 Akiko did not return to Hokkaido. あきこさんは北海道に戻りませんでした。目的の方向、到達点を表す格助詞に、この文字は通常「へ」と読みますが、助詞として読むときは「え」と読みます。に。前回の授業では格助詞にの行動の時間を表す役割について学びました。9時9 o'clock. に Watch the drama. ドラマを見ます。格助詞にはたくさんの意味があります。今回は到達点や目的の方向を表す役割について学びます。には到達点や目的の方向を示します。も到達点や目的の方向を示します。これらの違いは何ですか？には到達する場所に焦点を当てた表現です。にの前に置かれた名詞が他ならぬ目的地であるという意味になります。病院 Hospital. に行きます。 Go. さくらさんにとってにはどんなイメージがありますか？には明確な目的がある場所へ向かうイメージがあります。病院に行くという表現を聞くと、病院で診察を受けるという目的が思い浮かびます。では「にはどんなイメージがありますか？は到達する場所も表しますが、動作の方向に焦点を当てた表現です。大陸 Continent. へ向かいます。 Head for. 私の意見ではありますが、には雄大な場所へ向かうイメージがあります。お話しした通り、にとには微妙な違いがあります。ですが、場所を表す用法では、日本人でもにとを正しく使い分けていません。現代ではにとの違いにはそれほど厳格ではありません。移動について問う、はいといえで答える疑問文。斉藤さんは金沢に帰りますか？ Is Mr. Saito returning to Kanazawa? 移動に関する未来の計画や過去の行動を問う疑問文について学びましょう。 Yes, he is returning there. はい、帰ります。 No, he won't be returning. いいえ、帰りません。今日ははいといいえで答える疑問文について学習します。今日は肯定文に疑問を表す助詞かを加えた文とその答え方について説明します。はいといいえで答える疑問文のことを公非疑問文と言います。日本語の公非疑問文の作り方は簡単です。平助文の後ろに疑問を表す助詞かをつけるだけです。平助文とは考えや気持ち、また物事をありのまま述べる文で、肯定文と否定文があります。否定文に疑問を表す助詞かをつける疑問文の作り方もありますが、また別の機会に述べたいと思います。公非疑問文への答え方。日本語は主語を省略することがあると以前の動画で説明しました。私は明日東京に行きます。 I'm going to Tokyo tomorrow. 明日東京に行きます。日本語では話者と聞き手の間で文中の主語が明らかな場合や文脈から主語が推測できる場合には主語を省くことがあります。そして公非疑問文に応答するときにも省略が行われます。はい、斉藤さんは金沢に帰ります。 Yes, Mr. Saito is returning to Kanazawa. どの部分が省略されるのですか？主語と保護の部分が省略されます。この部分は主語です。斉藤さん、この文章ではこの部分が保護にあたります。金沢に。保護とは述語の意味を補う文の要素を言います。帰る場所、同
ご説明しています。主語と保護を省略したらどんな文になりますか？こうなります。はい、帰ります。 Yes, he is returning to there. いいえ、帰りません。 No, he won't be returning. いいえで答える応答文も同様です。例文を聞きましょう。おととし広島へ行きましたか？ Did you go to Hiroshima the year before last? いいえ、行きませんでした。 No, I didn't go. 山田さんは仙台に戻りましたか？ Did Mr. Yamada return to Sendai? はい、戻りました。 Yes, he has returned. これで今日の授業は終わりです。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録といいねもうよろしくお願いします。またお会いできることを楽しみにしています。さようなら。また会いましょう。